ある日、子猫の養育ボランティアをしているハンナショウさんはいつものように保護施設に向かっていました。この日は2匹の子猫を引き取る予定。施設に到着して、その子猫たちを受け取る手続きを済ませると、ふと、ゲージで小さく丸まった猫に彼女は目が止まったのです。その子猫はクロエという名前で、怪我のため後ろ足が麻痺していました。他の猫たちと様子が違うクロエを一目見て、私はそのまま放っておくことができなかったのです。後ろ足の動かない彼女はとても弱々しく、これからどうなってしまうんだろうと心配でたまりませんでした。そして私はクロエも一緒に連れて帰ることを決めたのです。この時、ハンナさんはあることを心に決めていました。私はもうこれ以上、クロエに辛い思いはさせたくありませんでした。そして、たくさんの愛情をかけて育て、いつの日か彼女の足を蘇らせてあげようと、心に誓ったのです。愛情があればきっと、クロエは素敵な猫に成長する。私はそう信じていたのです。ハンナさんの家に来たクロエは、すぐに優しい彼女を受け入れました。その後、クロエを獣医さんのところに連れて行くと、背骨が折れていることがわかり、そのことに関して獣医さんには、彼女が回復する可能性はないだろうと言われたのです。そんな最悪な診断を受けた後でも、私はクロエの回復を決して諦めませんでした。クロエは怪我のため、後ろ足を全く使うことができず、いつも足を引きずっています。しかし、つま先をつねると少し反応があるんです。足の感覚は完全には失われていませんでした。それを知り、私はクロエにはまだ可能性があると思ったのです。クロエの足が少しでも回復するように、私はサポートし続けていきました。そして、様々な角度からいろいろなことを調べ、少しでも可能性のあることをすべて試していったのです。体が不自由なクロエでしたが、彼女はいつも幸せそうでした。足や尻尾、そして膀胱など体の後ろ半分を使うことができませんでしたが、彼女はそんなハンデを全く気にしていないようだったのです。足が動かないクロエ。ですが、彼女はいつも機嫌が良くて、ハンナさんに愛らしい姿をたくさん見せてくれました。クロエは自分が辛い毎日を送っているにもかかわらず、ハンナさんに多くの癒しを与え続けていたのです。そして、それから数日後、クロエはいつも一つの場所でじっとしていました。しかしある日、私がクロエのそばに座っていると、彼女はゆっくりと顔を上げて、おもちゃで遊び始めたのです。そんなことは初めてのことでした。そして、前に一人の女性から、クロエの下半身の下に箱を置くと動きやすくなるのではとアドバイスをもらい、それを早速試してみたのです。クロエはゆっくりとですが、自分の力で動くことができるようになりました。行きたいところに行くことができるようになった。そんなクロエに私は感動し、思わず涙が流れてしまったのです。ハンナさんはそれからもたくさんの獣医さんに相談して様々な治療法を試しました。そしてクロエは現在低温レーザー治療、赤色光レーザー治療、電気治療などを受けているのです。きっとクロエにとって治療の日々は
大変なことでしょう。しかしクロエは私の心配をよそに、いつも楽しそうに治療を受けてくれているのです。クロエは治療中、アルパカのぬいぐるみを抱きしめたり、おもちゃで遊ぶのがお気に入りのようです。私は、そんな姿が可愛らしくて、クロエの辛い治療生活を乗り切れていたのです。ハンナさんは、クロエの神経科医から床に柔らかいマットを敷いて歩く練習をさせると良いと言われました。そして自宅に帰った彼女は、早速言われた通りに床にマットを敷き詰めたのです。ハンナさんはその後、鍼治療と圧指ループも始めました。すると、この2つの治療法がクロエの怪我にとって一番効果があったのです。治療を始めて、すぐクロエの足が少しずつ動き始め、その場にいたすべての人が驚きを隠せませんでした。そして、それと同時にハンナさんは大きな希望を持ち始めたのです。鍼治療は私の予想をはるかに超えていました。なんと、クロエは足で床を蹴り始め、尻尾を動かし、さらに立ち上がろうとしたのです。圧指ループは膀胱にいい影響を及ぼしました。なぜならば、絶対に不可能と言われていたクロエの膀胱の機能が徐々に回復し始めたのです。彼女は刺激されると自分でおしっこを出せるようになりました。クロエの回復ぶりに私は毎日感動を覚えると同時に彼女から生きる活力を与えられていたのです。こうして長い間、足が麻痺しずっと動くことができなかったクロエは、諦めることを知らなかったハンナさんのおかげで、ついにその足が動き始めました。あの弱々しいクロエが、たくさんの愛情で素敵な猫へと成長したのです。その後、順調に回復していったクロエは、新しい里親さんが見つかり、もうすでにハンナさんの元を離れ、新しい生活を始めています。現在もまだ4本の足で立つことはできませんが、優しい里親さんや、共に暮らす同居猫たちと一緒に幸せな生活を送っているのです。そんなクロエのこれからの幸せな生活を願わずにはいられませんよね。